皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。インドネシアで市場に行くと、鳥が姿のまま売られていたり、魚も姿のままや、生きたままのものが売られていることもあります。皆さんの国ではどうですか？日本に住んでいると、なかなか姿を見ることはありません。肉も魚も切り身で売られています。ですので、日本に住んでいると命をいただいているという感覚が起きにくいです。ですので、いただきますとごちそうさまの言葉はとても大切だなぁと思っています。今日は普段何気なく使っているいただきますとごちそうさまに関する深い話をしようと思います。まず、いただきますについてです。いただきますには2つの意味があるんですよ。食事をする前に日本人は必ずいただきますと言いますよね。これにはどんな意味があるのでしょうか。いただきますという言葉は、もともといただくという謙譲語から来ています。いただくはもらうの丁寧な言い方です。ですから、いただきますは命をもらいますという意味になるんです。どういうことかというと、食べ物には私たちが生きるための命が含まれています。例えば、お米や野菜は植物の命ですし、お肉や魚は動物の命ですね。いただきますという言葉を使うことで、その命に感謝しますという気持ちを表しているんです。それからもう一つ、いただきますには意味があって、それは作ってくれた人への感謝の気持ちです。単に料理を作ってくれた人にだけではなく、食材を育ててくれた人や食卓に運んでくれた人など、食事に携わるすべての人への感謝の気持ちも表しています。ですので、自分で作った場合でも、いただきますと言いますし、それはとても自然なことです。いただきますは命をいただくことに対しての感謝の気持ちと、作ってくれた人への感謝の気持ちを表しているんです。はい。次に、ごちそうさまについてお話をします。食事が終わった後、日本人はごちそうさまと言いますよね。これもただの習慣ではなく、大切な意味があります。ごちそうさまは漢字にしてみると、ごちそうさまとこのように書きます。ちもそうもどちらも走るという意味の漢字で、食事を作るために走り回る様子を表しています。昔の日本では食材を集めるために人々があちこち走り回りました。今の時代とは違って食材を保存する冷蔵庫がなかったので、食材を集めに走り回っていました。その努力のおかげで美味しい食事を楽しむことができたんです。ごちそうさまはその努力に対する感謝の気持ちを表す言葉なんです。さらにごちそうさまには一緒に食事をした人や料理を作ってくれた人への感謝も込められています。例えば友達や家族と一緒に食べたとき、ごちそうさまということでその楽しい時間を共有できたことにも
感謝を伝えられるんです。いただきますとごちそうさまは日本人の感謝の気持ちを表す素敵な言葉です。そしてこれらの言葉には他にも日本の文化が反映されています。例えば、自然との調和です。日本では古くから自然を大切にする文化があります。食べ物の命に感謝することで自然とのつながりを意識することができます。また、人とのつながりも重要なポイントです。料理を作る人、食材を育てる人、そして一緒に食事をする人、すべてに感謝をすることで、人々のつながりを深めることができます。いただきますとごちそうさまのような言葉は、皆さんの国にもあるんじゃないかなと思います。そこにはどんな意味が込められていますか？はい。ということで、今日はここまでです。いただきますとごちそうさまはただの言葉ではありません。それぞれの言葉には命や努力、そして人々への感謝が込められています。この2つの言葉を大切にすることで、日本の文化や価値観をより深く理解することができると思います。皆さんも使うときは、この意味を思い出して使ってみてくださいね。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。